ポカピカメッセージ。こんにちは。案内人のポカピカ仙人です。こんにちは仙人。今日は神様についてもっと知りたいな。いいね。それじゃ聞くけど、神様ってどんなイメージ？見守ってるって感じかな。少し怖いみたいな。なるほど。じゃあ今日はその神様のイメージが変わるかもしれないね。今まで多くの宗教者たちは、神様は唯一無二のお方であり、絶対的な方であり、創造主であり、思考自然の位置にいらっしゃるので、被造人間、すなわち被造物と創造主は関係を持つことができないと考えます。被造物は俗なるものであり、創造主は絶対的で神聖な方であると見ます。しかし、どんなに低俗な被造物だとしても、愛の関係を結ぶためには、心情的内容が同じでなければなりません。神様はどんな神なのでしょうか。地上位を合わせた内容を持った人格的な神です。神様のイメージ変わったかな？遠くて怖い神様じゃないのね。神様は私たちと同じように喜んだり悲しんだりするんだ。でもどうして遠くに感じていたのかな。もしかしたら神様が遠くにいるんじゃなくて人間が遠くにいるかもしれない。理由は人間の歴史にあるかもね。堕落によって人間はとてつもなく最低のレベルに落ちてしまったのです。ここから神様はどのように人間を成長させ、神様との距離を縮めていったのでしょうか。神様は無知に陥った人間に物を備えることを通して神様との関係を教えました。人間にとってその時代の神様は理解できない怖い神様、お仕置きの神様でした。自分が腕を切られたら痛いのに、人も痛いということが悟れないぐらい低かったのでした。だから今度はこれこれを守りなさいという戒めを与えて、それを守ることで信仰と人格を高めさせました。その後、神様は愛の教えを与えました。神様を父と呼ぶことのできる間柄であることを教えました。この時代に初めて人間は自由や人権が神様によって与えられたものだと気づきました。さて、今はどういう時でしょうか。物事を科学的論理的に理解する能力が整っています。普遍的な真理を受け止める器ができました。家族を心情的に理解するように、神様を心情的に理解でき、親の願いを受け止めるように、神様の願いを受け止めることのできる時代に来たのです。神様の慈しみと忍耐によってここまで来たのです。これはね、人間が堕落前の状態に戻れる兆しが見えてきたということなんだ。その状態に戻ったら、その次は何があるの？ようやく神様は本来の願いをスタートできるんだよ。神様の本来の願いって？じゃあ次は神様の願いについて知ろう。創造の初めから138億年経った今に至るまで全く変わっていないもの、それが神様の願いです。どれだけ熱い願いなのでしょうか。創造には神様の大きな設計図があったに違いありません。設計図に基づいて人間は最後に作られました。つまりそれは人間を生み出すために、その人間を守る環境づくりのために138億年の
神様の投入があったということなのです。それはまた神様の願いの最終目的地には人間がいなければならないということを意味しています。では神様は人間をなぜ作ったのでしょうか。人間とどうしたかったのでしょうか。他の被造物にはなくて人間だけが持っているものがあるよ。なんだろう。自由と責任なんだよ。これはね、私たちにくれた神様の贈り物なんだ。なんでくれたの？無形の神様に代わって誠の愛でこの世界を治めてほしいからなんだよ。それが神様が人間を作った理由なの？そう、とても光栄なことなんだね。その責任めちゃくちゃ大きいじゃない。そうなんだ。私たちはこの世界でどんなことでもする自由が与えられているよ。でもだからといって責任を忘れて自由だけを行使するととんでもないことになるよ。自然破壊とか環境汚染がそれかな。不倫や男女関係の問題もそうなんだね。家庭を壊して神様の願いはそっちのけでくれたものだけ利用していることになるよ。神様の願いをもっとはっきりさせよう。神様は単に創造主になりたかったのではなく、永遠なる誠の父母となって神様の息子娘たちと実体的な地上天国を共同創造していくということを願われていました。神様の最も深い願いは、人間のありとあらゆる生活の局面で親子の愛の関係を仲睦まじく結びながら人間と関わり合いたいということでした。このような関係を通して神様は神様の真理と義と善を神様の息子娘たちに相続させたいと願われ、そのために血のつながりを通じて家族の関係を基盤としながら家庭から社会、国家、世界へとそのネットワークを大的に拡大させ、神様の霊が偏在することを願われたのです。そして特に次の世代にまで引き継がれていくことにより、重的にも神様の存在が永遠になることを願われました。もし堕落がなくて最初の男女が成熟していたら、次に神様は何を望んだろう。二人の結婚かな。そうだね。人類の出発にふさわしい最初の過程は神様の血統で、神様の愛と理想を中心にして美しく出発してほしかったんだね。そこから神様に似た子供たちが幾世代も続いていって、やがて美しい世界を作ってほしかったんだ。神様の設計図素敵ね。神様のこともっと知りたくなった。おー、いいね。それじゃあ次回も楽しみにしててね。チャンネル登録してね。また会いましょう。バイバイ。さよなら。Hasta luego. See you.